いいね、これ断然いいじゃない。陽子ちゃん、はい、これもう少し前の方がいいんじゃないの？これ奥見えないから。いいですか？これをもう少しこっちにと、この空いたところ。手前ですか？うん、それと向こうの方がざーっと見えるわけ。今回展示される作品は280点。このバルーンは最も新しい作品の一つです。もう少しこっち。よくなった今度。どう？お昼食べにね、いつかのね、そば屋行こう。うん。美術家草間彌生さんは世界的に評価されている数少ない日本人アーティストの一人です。メトロポリタン美術館、ニューヨーク近代美術館、ポンピドーセンターといった欧米の名だたる美術館に作品が収蔵されています。幼い時から常に生と死の間をさまよい続ける傷つきやすい魂、それが草間作品の原点だといいます。彼女のアトリエは今新宿区の一角にあります。下に落ちてたんですか？うん、取ったの。取っちゃったんですか？あれでいいじゃない。さっきの桜の花ある？桜の花びら。このアトリエでは3人のスタッフが手伝っています。ね、取ってきたの見てる？ああ、もうそんなに咲いてるんですね。すごいね、春が来てる。もうすっかり満開になってる。もうだってあと1ヶ月で先生の展覧会始まるんですからね。それ大変だな。去年初めて手にした桜。草間さんの創作活動は多岐にわたります。油彩やリトグラフなどの絵画からインスタレーションと呼ばれる大掛かりな空間芸術まで手掛けています。ちょっと待ってね。ちょっとやってくれ。腰痛い。草間さんは今年70歳になりました。痛み止めの薬飲んできたのに今日。草間さんの幼い頃の日々に創作の原点を見ることができます。河原のいくつとね、いくつも石があってね、うわーって何億って石が迫ってくるのね。それをうちに逃げて帰ってね、それをスケッチブックにねつけといてね、今度はねスミレ畑行くとね、スミレがね人間の顔してね語りかけてくるのね。私はねもう恐怖に持ってね家帰ってね飛んで帰ると途中でもって犬がね私に喋りかけるでしょ。それで2人で会話してるわけよ。これでね自分の声気が付いたら犬の声になってるわけ。これでねうち急いで帰ってねスケッチブックにね絵描いてね、これであとお尻に入ってガタガタ震えてたの。怖かったんですよ。無人だとことは怖くなったね。ずっと無人だと怖くなったのはなぜかと
誰もいなくなるとね、私自身がねそっちの幻覚の方に引き込まれてね霊人症になるから怖いわけですよ。草間さんは長野県松本の旧家に生まれました。古いしきたりと厳しいしつけ、そして争いごとの絶えない両親の不仲に苦しんだ草間さんは10歳の頃から幻覚と幻聴に悩まされるようになりました。恐怖から逃れようとその幻覚を絵に描き始めました。しかし両親に禁じられ隠れて描く日々が続きました。山の向こうにあるに違いない自由な世界への憧れ、それが幼い草間さんの支えでした。両親の度重なる反対も草間さんが絵にかける情熱を打ち消すことはできませんでした。京都で日本画の勉強をした草間さんはこの作品「残夢」で第2回創造美術展に入選し、画家としての第一歩を踏み出します。美人カーテンの囚人と副題されたこの作品、突然目の前にカーテンがおり、周りの人や景色が遠のき、一人閉じ込められてしまう怖さが表現されています。幻覚から生まれた独特なイメージはこれら初期の作品にすでに表現されていました。幼い頃からの底知れない不安や脅迫感、草間さんは精神科の病院に通いながら創作活動に専念することでその心の闇を解き放ってきました。アトリエは病院から3分ほどのところにあります。バルーンのですね、プランを立てなきゃいけないんですよ。この中に先生こう適当にバランスをこう決めてもらえればそれで決めてきますから。これどうした？ここ先生ガラスだから抜けないんですよね。4月初め、回顧展の3週間前、草間さんは今回の展示作品の最大のオブジェ、バルーンの色、形、配置など最後の詰めに入っていました。もう2つくらい3つくらいよね。もう少し模型を作りますかね。そうね、もう一つはこの上まで天井まで作るの一つと、はい、天井までね、これをさ上についちゃうわけですか。そう、はい、この小さいね。ちなみにね先生、これでね縮尺があれだと今27センチだから俺20分の 1？ 20分の1、すごいね。50メートルぐらい。50メートルぐらい。やろう。やったよ。
やってみましょうか。もう部屋が風船で埋まっちゃうぐらいですね。そうそう、外もね。それで向こうオーダーして出来上がるまでに1日くらいかかる。まあ2週間ぐらい。1週間からね、間に合う？間に合いますね。本当。これで手錠から吊り下げなきゃダメな一つうんと大きなの。吊り下げると先生難しいんですよ。むしろ浮かしちゃった方が。あ、本当。どうやって浮く？バリウム入れた？バリウムじゃなくてヘリウム。ヘリウム。ああ。最終的には9個のバルーンを製作することになりましたが、長さ50メートルのものはあまりに大きすぎるため、やや小さめのサイズに決めました。草間さんがアーティストとして花開いたのはニューヨークの街です。去年1998年7月、ニューヨーク近代美術館では「ラブ・フォーエバー」と題した回顧展が東京に先立ち開催されました。ラブ・フォーエバーのオープニングには、草間さんがニューヨークで活動していた頃の友人や美術関係者たちが大勢訪れました。ニューヨークの人々にとって草間さんは自分たちの街が育てた芸術家であり、今回の展覧会は久しぶりの里帰りだったのです。小説を読ませていただきましたって。そうですね。大丈夫ですね。大体わかりません。サインしていただけますか？ニューヨークの回顧展では、欧米各地のギャラリーやコレクターの手に渡っていた作品約80点が集められました。50年代末から60年代、草間さんがニューヨーク滞在10年間に創作したものです。ベトナム戦争で揺れ動いていたこの時期、アメリカの芸術運動が大きな高まりを見せていました。アーティスト草間彌生を世に送り出した代表作「無限の網」。かつてアメリカに渡った草間さんが飛行機の窓から見下ろした太平洋の無限に広がる波の様子をヒントにした作品です。この作品でニューヨーク中の美術関係者に弥生草間の名が知られるようになったのです。ニューヨークで暮らし始めた当初の草間さんは画材を買うお金にも困るような状況でした。そこで草間さんはベッドのシーツを縫って綿を詰め、拾った家具やボートに貼り付けた柔らかい彫刻ソフトスカルプチャーを制作しました。草間さんの作品に見られる大きな特徴の一つは無限の反復と増殖です。網目や水玉模様、そして鏡による再現のない広がり、そこにはアメリカ社会の中で独自の表現を追求し続けた草間さんの姿がうかがわれます。自由の女神も見えるんですよ、遠くに。こんなちっちゃく。1957年、28歳だった草間さんは念願の渡米を果たしました。一流画家になる野望を胸にニューヨークにアトリエを構えましたが、作品は売れず、日々の食事にも事欠く生活でした。幻覚幻聴を抱えながら不眠不休で絵を描き、倒れることもしばしばありました。
そんな時、一人のアーティストが自分の画商を紹介し、援助の手を差し伸べます。当時人気の頂点を極めた女性画家ジョージア・オキーフ、その人でした。日本の本屋で見かけたオキーフの絵に感動した草間さんが、ニューヨークへ渡って画家を目指したいという手紙を出したことが縁となり、文通が始まったのです。オキーフは草間さんに優しい助言と援助を与え続けました。草間さんにとってブルックリン橋は忘れられない場所です。綺麗だね。素晴らしいね。What do you say? That is beautiful skyline, and I remember this East River was very beautiful in the sunshine, in the sunset. I feel I came back to my hometown. 30年前、草間さんはこの橋で若い仲間と共にハプニングと呼ばれる肉体を使った表現を行いました。ベトナム反戦の動きが高まる中、こうしたハプニングの中心にいつも草間の姿がありました。有頂天だったの。ハプニングがうまくいって、ここに来て生命の解放感感じた。水は空気が美しくて、改めての若い頃を思い出しました。苦学してる頃のこと。燃やされるアメリカ国旗、全裸のボディーペインティング。草間のハプニングはたびたび警察沙汰となりました。絵画、彫刻、ハプニングへと多岐にわたって展開していった草間さんの芸術活動。しかしマスコミは一時草間さんを売名行為を行うハプニングの女王と非難しました。一方、こうした彼女の表現を支持する人々も数多く現れました。アーティストクリスト&ジャンクロード、2人は当時を振り返り証言します。But I know it's not publicity stunt. Really, there was in the late 50s, there was the great desire of many young artists to move outside of the gallery space, to be in public space. Can be the street, can be the area who is not designed for art. And I think energy, probably one of the most important part of her was the energy. She had an incredible energy. I think this is the... Is it still the same today? Yeah, I think it's worthwhile everything. And I admire people with energy. And she's a doer, and that we like. Yeah. ニューヨーク近代美術館で開催された回顧展のサイン会では、草間さんの古くからのファンに加え、若い観客の姿が目立ちました。みんな自分のしたいことしてるわけ。日本だってね、今でもそうだけど、型にはまってるでしょ。で、女の人はこう言っちゃいけない、ああしちゃいけないって言うけど、でね、とにかく自由だったでしょ。民主主義が発達してたからね、だから、ね、女性だと思ってねバカにするってことなかったら、日本じゃ女だと思ったらバカにするけどね、その頃だったら。今は違うけど。1973年、草間さんは日本へ帰国しました。自由なアメリカで認められ、名前は知れ渡ったものの、次第に人間関係の摩擦に疲れ果てるようになりました。
国した草間さんが暮らし始めたマンションの一室、現在作品の保管室になっています。ここには当時幻覚や自殺の衝動と戦いながら制作した作品が残されています。野原に座ってるところです。一人ぼっちで寂しいって言ってるところ。これ人形いいでしょう。日本に戻って26年が過ぎました。たびたび襲いかかる幻覚。しかし草間さんはその幻覚から逃げることなく戦い続けました。壁に現れるトンネル、曲がりくねった廊下などの幻覚の記録がスケッチブックに数多く残されています。幻覚や自殺の衝動に悩んだ草間さんは生活の場を精神科の病院に移しました。病院の廊下の一角に多くの作品を生み出した草間さん専用の作業場が残されています。草間さんはここで小説や詩も書き始めました。このコラージュ作品の裏側には「自殺」というタイトルの詩が添えられています。自殺、慌ただしく有機体を通り過ぎる幻の時間と空間に始まり終わる。私は一つの家庭の目撃者。いつも有機体はオブセッションに必要に従属し、億万の刀剣を持ってさえも血の迷路の蛇たちはどこを通ってかあらゆる黒い間の花から顔を出し、忘れもなく毎朝挨拶に来るのよ。真っ白い網目描いたでしょ。そういった時代とはね、また別口にね、今度ね、内面の世界ね、こっちがあってこっちの世界に書き出したの。内面の世界を掘り下げていくように、真相の中から出てくるね、心の中から。そういった作品も私の一つなんですよ。写真などを切り張りして構成するコラージュ作品は、ニューヨーク時代の網目や水玉など抽象的な表現から一変し、物語を感じさせる作風になっています。草間さんはこれらの作品で内面の葛藤を直視し、より深い表現の世界に入っていきました。幼い頃から草間さんの愛と憎しみの対象だった父親の死に直面し作られた作品「君は死して今」。命の終わり、死も草間さんにとって長年のテーマでした。
草間さんが現在特に気に入っているのが粘土、セラミックの作品作りです。この作品群も死がテーマになっています。これは神経ですか。人間の神経。今度神経の死というね作品作ってね美術館のことに出すんですけど、真っ赤なところにねこのぐらいの神経がこれです。これ神経に使ってる。神経の死。神経の死、それは心の闇と死を見つめてきた草間さんにとって避けては通れないテーマなのです。作品とこれはどういう関係があるんですか。自殺した時に神経がバラバラになって死んじゃうでしょ。これ死んだ神経なんですよ。自殺しようと思ったことってあるんですか。毎日毎日、今でも。でも薬飲んでるんです。自殺しないように。これ持たされてきてるわけ。カード。だから高層ビルの中行くことできないんですよね。これお薬もらってきてるわけ。気分が悪かったらすぐ飲むがいい。だから大抵は病院に近いから駆け込んじゃってお薬そこで飲むけど。でもこうやって作ってる時はどうですか。楽しいですよ。両方だから自分の病気の。そうじゃない時は病気のことばかり考えてます。これ週が悪い。なんか先生すごい嬉しい今日。本当。メイクアップ上手だったでしょ。全然綺麗に撮れてると思う。この日アトリエで6時間の制作を終えた草間さん、夕方病院に帰っていきました。草間さんの回顧展は2日後に迫りました。展示準備も最終段階です。これはかつてベネツィア・ビエンナーレで話題になった作品、ナルシスの庭です。1500個のミラーボールを覗き込むと、ボールの表面に自分自身の姿が一斉に映し出され、無限の広がりを体感できます。軍手の花の下にベッドのスプリングが広がる62年の作品「マイ・フラワーベッド」。かつて草間さんはこのフラワーベッドに自ら横たわったこともありました。
作品は全部で280点。一つ一つの配置にも草間さんは細かい心配りをします。下げちゃって、これも下げて、これも下げて、上の持ってくる。見られないもの、ディテールが。あとこいつこいつと元に戻して、そうそう。これはフロアに100メートルも連なる神経の死。76年の作品です。そして水に浮かんだバルーンの新作「雲」。会場には50年にわたる草間作品が揃いました。これ割と落ち着いてるけどね、こっちの方。あれだけは問題なのよ。こっち静かでしょ。ふわふわしてる。今回東京都現代美術館では草間さんと写真家荒木信義さんの2つの展覧会が同時に開催されます。草間さんと荒木さんは古くからの友人です。展覧会に先立って草間さんと荒木さんの対談が行われました。荒木さんの写真は花の写真撮らせると日本一なのよ、この人。花の写真を撮らせるとですか？だけじゃないでしょ？だけじゃないけど、花撮らせると天才的なの。いや、街の写真、女性の写真。そんな。草間さんの私っていうのは相当強いからさ、ちょっと太刀打ちできない。何が？その私っていうか。荒木さんもそうだね。自分よりって変だけど、自分のことより他人の他者のいいとことかをのが見えるもん。自分のは見えないけど、ともかく見続けるっていうことだけだからね、私の場合は。決して作ってない、創作とかっていう言葉あるけど、創作してないね。創作はだから草間さんというのは草間さんが創作してるのを私が複写してるっていうことだから。もう別にね、こうおそらく意図的にするんじゃなくて、もう自然にこう自然に手の方が先でしょ。彫刻作っててもね、考えるんじゃなくて手が先行っちゃうわけ。自分のね、内部のね、私の見えないところの引き出してきて画面に出すわけだから、私自身もこんなこと考えてるのかなって思うことあるわけよ。そうかそうか。そうね、無意識ってないんだけど、いっぱい出しちゃうんですよ、出したんですよね。ね、そこのところを天才と言うんだよ。無意識っていう。なんかやりましょうよ、2人で。そうね。なんか思いつきを。ねえ、なんか重なってるから、なんかね。ちょうどね、花の桜の季節です。そうね。素敵なこの花ね、バックにして。そうですよ。いいでしょう。生えてるよ。ただで見てるよ。私たちも魚にしてる。草間さんは長年の創作活動を通して常に自画像を描き続けてきました。夢中で描いてるから、結局いくつも描くわけですよ、自画像。これ自画像ね。自画像、これも自画像。もう自殺した私。これもあれなんですよ、10代おしまいを描いたんですけど。これは私で、これは私。この世で一番大事なのはこの顔の目のところなの。永久に見つけてるところ。かつて自殺を思い立った草間さんはビルの屋上から地上を見下ろしました。その時
目に入った美しい風景に自殺を思いとどまり、そして作り上げたコラージュ作品です。生きること死ぬこと、私そういうもの全部の作品に残してきたわけで、作ってまた自分自身がグローアップしてたくましくなって、それで世の中もっと見つめられるし、自分も見つめられるし、そういった芸術は自分にとって生死のことに関わってるわけ。心と表現の自由を求めて飛び出していった日本。草間さんはその日本で生きているうちに自分の回顧展が開かれるとは思ってもいませんでした。展覧会の開催は目前に迫っています。この時期も自分を見据えることをやめない草間さんは新たに自画像作りに取り組みました。草間さんは今まで数えきれないほど自画像を描いてきましたが、粘土、セラミックで作るのは初めての試みです。まつげ描いてるの。自画像です。唇です。ここ鼻でもってここ頭のところです。4月28日午後3時、草間彌生さんの回顧展が始まりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。会場にはアメリカ時代身元引受人となり何かと励ましてくれたペリー夫人の姿もあり、草間さんを喜ばせました。草間さんの多様でエネルギッシュな作品群。この日、半世紀にわたる創作活動の集大成が初めて明らかになります。近年の作品は草間さん独特の網目や水玉模様がより洗練された表現となり、特に若い観客の人気を集めています。
15畳ほどのスペースを一面の水玉で覆い、その中央に2メートル四方のかぼちゃのミラールームが置かれています。そのミラールームの中は水玉のかぼちゃが無限に広がる世界です。回顧展は初日から多くの人々を引きつけています。